スキズの最強リーダーも心を許した先輩の前だとデレデレに、リーダー茶にもいいけどマンネ感あふれる茶にも好き、これ見たらギャップにやられて沼落ち確定。ボーカルダンスラップ、さらに作詞作曲までこなしちゃうスキズの最強リーダーワンちゃん。J.Y. パークからもグループをまとめられるのはワンちゃんしかいないとお墨付きをもらうほど信頼されているワンちゃん。練習生時代はメンバーから見ても本当に羨ましかったというワンちゃんのリーダーシップ性ですが、ワンちゃん自身は引っ張っていかないと何かしら手伝ってあげるべきじゃないか、みんな各自うまくやるだろうという葛藤からストレスがすごく大きかったと話しています。ワンちゃんの長い孤独との戦いゆえにメンバーが好きすぎる理由についてはこちらで、ステインウィークでメンバーとミラノ旅行に行った際にはメンバーそれぞれがうまくやっている姿を見ると、今はそういうストレスはほとんどないと胸の内を語ってくれました。メンバーはワンちゃんに対してワンちゃんさんが欲張ってほしいといつも言っているんだそうですが、それに対してそれは僕が努力する部分じゃなくて各自がすごくうまくやってるから、ただ勝手に僕にそれが与えられてる感じ、みんながそれをしてくれた感じ、すごくうまくやってくれるから、あ、じゃあ本当に僕も僕のことを気にしてみようかなって、何も心配しなくて良さそうだなって、そういうのが出てきて最近はすごく気楽だよとワンちゃんは話しています。お互いを思いやるメンバーたち素敵すぎます。ワンちゃんについて責任感に関してはワンちゃんに勝る人はいないと思うとチャンビンは話しており、まさにリーダーになるべくして生まれてきたワンちゃん。しっかり者だけど超過マチョなリーダーで少々取説は多いですが、圧倒的にお兄ちゃん感が強いワンちゃんですが、4K がホストを務めるヤング K の K 生存記という YouTube チャンネルにゲストとして出演した際に可愛い弟感満載の姿を見せてくれました。長い練習生時代を共に過ごしており、4歳差の2人はまるで仲の良い兄弟。開始早々 4K ヒョンの話をずっと揺れながらニコニコ聞いているチャニが可愛すぎます。最後の一食に食べたいものとしてカレーを選んだワンちゃんは 4K ヒョンとカレーを食べることに、メンバーといると食事を準備する側のワンちゃんですが、 4K ヒョンが全部準備をしてくれてチャニは座っているだけという、これだけでもなんだか見慣れない光景。 4K ヒョンがカレーのトッピングを持ってくると明らかにテンション爆上がりのワンちゃん。 4K ヒョンが盛り付けをしてくれて、わあ美味しそうと満面の笑みです。ステージ上ではイケイケのワンちゃんも大好物を前にしてテンションが上がるなんて無邪気で可愛すぎる。そして 4K ヒョンと話している時のワンちゃんの喋り方は超絶甘々、表情もコロコロ変わって愛らしいのなんの。 4K ヒョンの YouTube コンテンツではタメ口で話すというのがルールですが、無意識に敬語が出てしまってたくさん罰ゲームを受けることに、まずここはタメ口で話すところだよと 4K ヒョンに言われると、知っています、だけど無理だと思いますとタメ口では話せそうにないと答えるワンちゃん。するとワンちゃんは、僕は先輩たちにそう教えられたのでと遠回しに先輩から受けた厳しい教育を暴露します。これを聞いた 4K ヒョンは驚き、僕にそんな教育を受けたのと聞くと、そうですと自信満々にワンちゃんは答えます。タメ口は無理だと思い英語で喋ろうと試みるワンちゃんですが、あまりにも敬語を使ってしまうので敬語を使うたびに罰ゲームをすることに。タメ口に苦戦しているワンちゃんは、疑問形にしよう、独り言みたいにやればいいとどうにかしてタメ口で喋れるよう挑戦します。2人でカレーを食べるのですが、いただきますと言いながらも食べ始めようとしないワンちゃん。これを見た 4K ヒョンはびっくり。いや、そうするのかよ、いい教育を受けたねと感動するヒョン。上下関係の厳しい韓国では目上の人から先に食べるという文化があるのですが、ワンちゃんはその文化をきちんと守ろうとしたのです。ワンちゃん、どこまで礼儀正しすぎるんだ。ここまで順調だったタメ口ですが、 4K ヒョンがご飯食べようと言うと、はいと返事をしてしまい、早速罰ゲームの失手を受けるワンちゃん。その後も敬語が無意識に出てしまい罰ゲームを受けることに、目が真面目すぎて逆に損してしまうワンちゃん不憫すぎる。これを機にお互いに溜まっている不満があれば話して解決し、怒るたびに興奮するたびにご飯をおごるということにすると、ワンちゃんが練習生時代に溜まっていた不満が爆発してしまいます。心拍数が測れる機械を指につけ、不満暴露大会がスタート。 4K ヒョンが JYP の6回覚えてる、そこに呼ばれたことあると質問します。ワンちゃんは懐かしそうに、多いけど 4K ヒョンたちほどではないと思うと答えます。そこまでは呼ばれてなかったよ。
言ったけど呼ばれて行ったわけではない。と納得の言っていない 4K ヒョンに、そうだね、堂々と言っていたよね、と冷静に答えるバンちゃん。なんと練習に遅刻をしすぎて、これ以上は多めに見てあげられない。と JYP から厳重注意を受けた 4K ヒョン。これ以上遅刻をしないために目覚まし時計を1万円分買ったんだそう。ここから練習生時代の 4K ヒョンに対するバンちゃんの不満が爆発します。練習生時代同じ部屋を使っていた2人。お互いに頭を合わせたベッドの向きで、2人の頭のところに 4K ヒョンの目覚まし時計があったんだそう。それだけでもつられて起きてしまいそうなのに、なんと 4K ヒヨンが使っていた目覚まし時計は、リンリンリンと寮全体に鳴り響くほどのアラーム音。これだけ大きい音で鳴っていれば普通の人は起きるはずなのに、5個アラームが鳴っていても起きれないのが 4K ヒョン。ルームメイトのバンちゃんは、ヒョン、ヒョン、ヒョンと優しく起こしてあげていたんだとか。4K ヒョンが起きる姿が面白くて今でも印象に残っているというバンちゃん。4K ヒョンの寝起きは睨んでいるような目つきだったようで、起こせと言われて起こしているのになんでそんな目で見るんだろうと不満が溜まっていたというバンちゃん。これは叶わないと思い、ここまでにしましょう。ありがとう、お疲れ様。ちゃんが勝ったとすぐに負けを認める 4K ヒョン。毎朝バンちゃんに起こしてもらっていた 4K ヒョン羨ましすぎる。バンちゃんに優しく起こしてもらえるなんてチャニペンからしたらこれ以上の贅沢はありません。練習生期間が長かったバンちゃんは TWICE と練習生期間がかぶっていたこともあり、スキズのメンバーの中でも特に仲良し、特にサナの前でデレデレになるのは有名ですよね。TWICE ヌナたちといる時の弟カンと押され気味なチャニが可愛すぎるのですが、デビュー前のバンちゃんと TWICE たちの絡みが尊すぎるんです。オーディション番組ストレイキッズを通してデビューしたスキズですが、練習生ショーケースに応援ゲストとして出演する TWICE の楽屋に挨拶をしに行きます。ヌナたちに大歓迎されて楽屋に入るチャニ。デビュー前のあどけない金髪チャニが初々しすぎます。私たちより背が高い。これぐらいだったのに本当に大きくなったねとバンちゃんの成長に感動するヌナたち。サナにチャニがリーダーなのと聞かれ、開催年長ですと答えると、おーバンちゃんと言われ、思わず照れてしまうバンちゃん。私たちのパワーをあげると言って TWICE の応援砲で一緒にエンジンを組んでデビュー祈願をします。 TWICE ヌナたちどこまでも後輩思いで優しすぎます。そしてチャニの幼い姿から黒歴史まで全てを知っている TWICE ヌナたちにタジタジなチャニが貴重すぎる。グループの垣根を越えてこんなにも後輩たちに良くしてくれる JYP の先輩たち。これからも弟感満載なチャニをいっぱい引き出してほしいです。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。